お手紙ヤギです。今回の動画は3月から5月にかけて編み物や日々の出来事をちょこちょこ取りためてきたものをまとめた動画です。よろしければお付き合いください。糸市へやってきました。以前に他の動画でも少しご紹介したことがあるんですが、東京は清澄白河のワイルドシルクミュージアムというお店でやっている工業種のマーケットです。こじんまりしているんですが、他のお店にはないユニークな糸がいろいろあって面白い糸市です。たくさん収穫がありました。パウルクレーセーターが仕上がったので水通しをしました。大きなものはいつもこんな風に床で作業するんですが、毎回猫のチェックが厳しく入ります。水通しの待ち時間に先日糸市で購入したたくさんの工業種をお試しでスワッチを編んだので整理をしています。何を編むか決まっていなくても、とりあえず編み地のサンプルを作っておくと完成のイメージがしやすいので便利です。水通しが終わってブロッキングをします。引き続き猫のチェック厳しめな中作業します。うちの猫はなぜかこのブロッキングに使っている100均のフロアマットが大好きで、これを広げると必ず私のお布団引いてくれたっていう感じで目ざとくやってきてくつろぎ始めます。自分で着るウェアはブロッキングといってもざっくり形を整えて平らに干すだけにしています。以前はきちんとピン打ちしてたんですが、水を含んだ編み地が乾くまでの間に伸び縮みする成り行きに任せておいた方がなんとなく綺麗に仕上がるような気がしてそうしています。着るのが楽しみです。4月中旬頃の横浜の山手外国人墓地のあたりです。至るところに花が咲き乱れて華やかな街並みでした。完成したばかりのシースルーを着ていきました。
家の湿気対策に除湿剤を買いました。編み替えの動画でも一度ご紹介したんですが、木炭でできた除湿剤です。うちは猫がいるので、天然素材なら間違ってかじられてもちょっと安心かなというのもあり、買ってみることにしました。クローゼットに吊り下げるようにメッシュバッグを自分で作ることにしました。今年初めて触れる夏糸です。最近春が来たと思ったらすぐ暑くなって、雨が多くなって梅雨が来て、梅雨が明けたと思ったら間髪入れず台風が来るという感じで、季節の移り変わりがついていけないくらい目まぐるしく感じます。温暖化の影響だけじゃなく、おそらく年をとって時の流れを早く感じているというのも相まっているのかなと思います。ずっと気になっていた本を購入しました。気になっている間にとある有名人が SNS で取り上げたのをきっかけに、しばらくの間欠品が続いていた本でした。タイトルからクスッと笑える感じの軽いタッチのエッセイをイメージしていたんですが、思いがけなく心が揺さぶられたり、また笑える話にもどこかやるせなさを感じたり、さらっと読んでいるつもりがいつの間にかすごく引き込まれる作品でした。特に春一番という章から、次の回転寿司と4人家族、その次の兄はガニ股という連なった3つのエピソードが、わずか数ページの中に人生のコントラストがくっきり描かれていて、すごく心に残りました。雨ですが所用があってお出かけしています。雨の日の車の中からの景色が結構好きです。昔から予定を立てて出かける日に限って雨が降りがちなので、自分は多分雨女なんだろうなぁと思っています。約束の時間よりだいぶ早く到着したので、どこかで時間を潰そうと思って考えてみた結果、
雨の日を選んで来る人が少なそうなランドマークタワーの展望フロアに登ってみました。風もあったので雨雲で全然見えないというほどではなく、雲の切れ間に景色が見え隠れするくらいの視界でした。ちょっと嬉しいサービスで雨の日にだけドリンクチケットがもらえました。なので普段頼まないような少し浮かれた気分の飲み物を頼んでみました。プロジェクションマッピングやライブラリーも混雑していないのでゆっくり楽しむことができました。せっかくなので地上296メートルのモバーミも楽しみました。雨の日の展望タワーおすすめです。結婚記念日にもらった花束です。お花はほんのひとときの楽しみなので、記録しておきたくて撮影しました。編み物でできる梅雨支度ということで、これも以前編み替え動画でご紹介したものなんですが、盗まれたり見知らぬ人のものと入れ替わりがちなビニール傘を見分けるための目印を毛糸で作ってみることにしました。何かを作ってほんの少ししか残っていない毛糸とか、ラッピング用にと思って買ってみた少量のファンシーヤーンを集めてフリーハンドのような感覚で作ってみます。作りながら編んではほどき、いい感じの形に近づけていきます。ほんの小さなものでも一から自分で考えて作るとなると、思っているよりも頭と時間を使うので、完成されたパターンが気軽に手に入ることのありがたみを3歩進んで2歩下がるような作業をしながら改めて感じました。ちなみに完成品を披露した動画のコメントの中に解説動画を作ってほしいというお声があって、こんな些細なものでも興味を持ってくださったのがとても嬉しかったです。少し時間はかかると思いますが、解説動画も作ってみようと思っています。
春先に糸市で購入した工業紙の中のコットンコンの糸を使ってこの夏に着るつもりのサマーティーに取り掛かりました。初めて購入するデザイナーさんのスザンヌ・ミラーさんという方のソニアシャツというパターンです。お初のデザイナーさんの場合、パターンを読むとき編み方だけでなく、その人の考え方とか進め方の癖みたいなものも読み解きながらという感じがします。今回は取っかかりでちょっとつまずいてしまい、一旦動画解説を見たりしながら慎重に進んでいます。編み物のレシピも単なる取説のようなものにとどまらず、読んでいるとその表現の中に書き手の思考回路をなんとなく感じ取れる部分を見つけたりします。例えば Tips などと見出しをつけて書かれているちょっとした注意点を記したところなんかに、デザイナーさんの想像力とか思いやりのような内面を見る気がしてハッとさせられることがあります。このプロジェクトはちょっとつまずいてしまった分、じっくりとパターンを読み解いたので、そういうことをしみじみ考える機会がありました。再び雨のお出かけです。六本木の国立新美術館までマティス展を見に来ました。この美術館を訪れるのはかなり久しぶりです。前回は確かアンドレアス・グルスキーの写真展を見に来た時だったので、調べてみたらなんと11年ぶりでした。この美術館は開放感とミュージアムショップが充実しているのが好きなところです。せっかくなので東京ミッドタウンにちょっと寄り道しました。ミッドタウンに入っているイデーショップにカフェが併設されていることを知って気になって入ってみました。半分屋内のようになっているテラス席がとてもくつろげるスペースでした。お子さん連れが多くて平和な環境音が耳に心地よく、編み物を楽しめました。いつの間にか雨も止んでいました。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。